皆さん、こんにちは、エマです。このポッドキャストでは優しい日本語でいろいろなトピックについてお話ししています。皆さん、今日もいかがお過ごしですか？もう2月になりましたね。私が住んでいるところもちょっとずつ暖かくなってきて、どんどん春が近づいてきているなって思います。特にね、この前ショッピングセンターに行ったんですけど、もう春服の服だったり、雑貨だったり、そういうものがどんどんお店に出てきて、季節の移り変わりというか、そういうのを感じてます。すごく早いですよね。で、実は昨日私のお仕事がお休みだったので、美容院に行ってきました。久しぶりに美容院に行ってきたんですけど、本当に5ヶ月ぶりぐらいかな。半年ぶりぐらいに美容院に行ってきて、今度ね、またポッドキャストで日本の美容院がどんな感じなのかとか、どういうふうに私たちが予約を取ってるのかとか、そういうお話もしたいなって思ってます。で、今日のポッドキャストでお話しするのは、全然美容院とかには関係ないことなんですけど、久しぶりに日本文化についてお話ししたいなと思います。今日は2月6日なんですけど、今日から3日前の2月3日にそのイベントがありました。で、何のイベントだったかというと、節分って呼ばれるイベントです。この節分っていうのは日本人にとって大切な文化の一つでもあります。で、この前というか1年前ぐらいにこの文化についてポッドキャストを撮ったことがあるんですけど、やっぱり改めてもう一度お話ししたいなと思ったので、今日は撮ることにしました。今まで節分っていうイベントを知らなかった人はもちろん、知っていた人もぜひぜひ今日の動画を楽しみながら最後まで聞いていってくれたら嬉しいです。で、この節分っていうのが何の行事か、どういう行事かっていうことなんですけど、簡単に説明すると、悪いものを出していいことを迎え入れる、そういうイベントです。悪いもの、鬼を追い出す、そしていいこと、福を入れるんですね。そういう考えがある節分っていうイベントなんですけど、一年中健康に過ごせますように、長生きできますように、そういった願いが込められています。で、この節分に何をするかっていうことなんですけど、大きく一番メインとなるものが2つあります。で、1つは豆まきっていうもの。そして2つ目は恵方巻きを食べるっていうことです。豆まきと恵方巻き。まずこの1つ目の豆まきから説明していきたいんですけど、豆まきっていうのは言葉の通り豆をまくこと。豆、ビーンズですね。ビーンズを巻きます。で、この豆を巻くときなんですけど、あるフレーズがあるんですね。このフレーズを言いながら豆をまくっていうのが大切で、どういったフレーズかというと、鬼は外、福は内。こういうフレーズです。で、鬼は外っていうのは鬼、悪いものを外に出す、家の中から出すんですね。で、福は内。福っていうのはいいことです。いいこと。福は内。内側、中に入れる、そういった意味が込められてます。で、どういう風に巻くのかっていうことなんですけど、私の家では家の玄関ですね。出入りするところ、玄関から豆を外に巻いて、家の中にも豆を巻きます。でも別に玄関だけじゃなくて、窓から豆を投げるっていう方もいらっしゃるみたいです。ちょっとね、昨日調べてたんですけど、そんな感じで結構家庭によっていろんな楽しみ方があるんですね。特に小さなお子さん、小さな子供がいる家では、よく家族の中の一人が鬼の役をして、鬼退治をするというか、そのフレーズを言いながら、その鬼の仮面をかぶっている人に向かって豆をまくなんていうこともあります。で、私も小さい時なんですけど、スーパーマーケットでこういう節分の豆を買ったら、それと一緒にだいたい紙の仮面がついてきたんですね。
紙でできた鬼の仮面がついてきました。なので、その仮面を私のお父さんが顔につけて、で、そのお父さんに向かって私たち、私とお兄ちゃんが2人いるんですけど、私とお兄ちゃんとお母さんで、よくお父さんに豆を投げてましたね。あの時は無邪気にただただ楽しく投げてたんですけど、もう今となれば鬼になってくれたお父さんに本当に感謝してます。すごくすごく優しい人で、なんかそういうイベントに対して結構積極的に参加してくれる人なんですね。子供たちを楽しませようと思って、結構エネルギーに溢れているお父さんなんですけど、そのお父さんのおかげで楽しい節分を小さい頃は過ごしてました。で、まあね、実は今年は豆まきをするのを忘れてしまって、後で説明する恵方巻きはもちろん食べたんですけど、すっかりね、豆まきをするのを忘れてしまったので、来年ちゃんとしようと思います。で、この豆まきの他にも、実は豆を投げ終わった後ですね、その後に豆を食べるっていう習慣もあります。で、何個食べたらいいのかっていうのも決まっていて、年齢プラス1の数を食べます。なので私は今23歳なので、24個の豆を食べます。で、これも忘れました。もう今年はね、忘れまくってしまって、もう恵方巻き以外何もしてないんですけど、来年はまた豆巻きと豆を食べるっていうことちゃんとしようと思います。で、なんで豆を食べるのかっていうことなんですけど、これも節分が行われる意味と同じで、1年間健康に過ごせますように、そういった願いが込められてます。で、次は恵方巻きですね。これは私が節分が大好きな理由の一つでもあるんですけど、恵方巻きっていうのは巻き寿司です。巻き寿司。節分に食べられる巻いているお寿司のことなんですけど、この恵方巻きを節分の日に食べるんですね。で、皆さんきっと日本人イコールお寿司をよく食べるっていうイメージだったり、日本食イコールお寿司っていうイメージが結構頭の中にある方が多いと思うんですね。で、実際にそうなんですけど、私としては、私自身はお寿司を全然食べないんですね。すごくすごく好きなんですけど、やっぱりいつでも日本では食べることができて、私の家の近くにも回転寿司があったり、スーパーマーケットに行ってもお寿司がいつでも売られているので、なんかいつでも食べれるって思ったら、今日はいいかなとか、また今度食べればいいかとか、そんな風に思って食べることが全然ないんですね。なので、こういう節分って呼ばれるイベントの日だったり、親戚とかと集まる時だったり、友達と居酒屋に行ってたまたまお寿司があったとか、そういう時にしか食べないんですね。なので、こういうイベントで食べるお寿司っていうのは、特に私にとってなんか特別に感じることができて、すごくすごく大好きなものの一つなんですね。で、この恵方巻きは定番のものとして7種類の具材が巻かれています。7種類の具材です。で、なんで7種類の具材かっていうことなんですけど、これは仏教の考えから来ています。仏教は日本の中で多い宗教の一つなんですけど、この考え方から来ていて、七福神っていう7人の神様、7つの神があるんですね。この考え方から7種類の具材が巻かれているもの、決まった7種類のものがあって、それにも一つ一つ長寿、長生きすることだったり、健康だったり、金運とかもですね、お金が豊かになる運、それを金運って言うんですけど、そういった意味も込められた具材が巻かれているものがあります。なんですけど、今はやっぱりスーパーマーケットとかではいろんな種類の恵方巻きがあるんですね。もちろん定番のその7種類の具材が入っているものっていうのが一番多いと思うんですけど、他にも私がよく食べるのは海鮮巻き。
海鮮巻きです。海鮮だけが巻かれた恵方巻きもあれば、サラダ巻きだったり、あとはローストビーフ巻きとか、ちょっと洋風なものもあったりするんですね。なので、このイベントは本当にみんなが楽しむことができるイベントなんですね。あんまり海鮮が食べられない人とか、お肉が食べられない人とか、お野菜が食べられない人とか、そういうのもいろいろ人によって違うと思うんですけど、みんなが楽しめるように、最近では本当にたくさんの種類の恵方巻きがあります。なので、私は海鮮が大好きなので、毎年海鮮巻きを選んでます。で、他にもこの恵方巻きには少し面白いことがあるんですね。面白いルールがあります。この恵方巻きを食べるときは大きく2つルールがあって、1つ目は恵方を剥いて食べること。恵方っていうのはその年に決まっている方角のことです。方角っていうのは北、南、東、西とかそういうものを方角って言うんですけど、これが毎年変わるんですね。恵方って呼ばれる方角が毎年違います。で、今年は南南東って呼ばれる方角で、ほぼ南ですね。南、南、東なので、なんて言うんだろう。南と南東の間なので、本当にほぼ南なんですね。で、今年はその方角を向いて恵方巻きを食べました。で、二つ目のルールは、話したらダメなんです。喋ったらダメ。他のことをしたらダメなんですね。ただただ恵方巻きを恵方の方を向いて食べます。家族とも話したらダメで、本当にみんな同じ方向を向いて喋らずに最後まで食べきるんですね。それが恵方巻きを食べる時のルールです。しかも結構恵方巻きって大きくて、これくらいのサイズなんですね。で、太さもこれぐらい、もっと小さいか。これぐらいかな。これぐらいの太さで、これぐらいの長さがあるので、結構最後まで食べきるのに時間がかかるんですけど、しかもこれがまためちゃめちゃ美味しくて、ついつい美味しいって言いたくなるんですけど、言えないんですね。食べてる途中に話したら、いいこと、服が逃げてしまう、どこかに行ってしまうっていう考え方があるので、最後まで喋らずに全部食べきる必要があります。これが恵方巻きの面白いルール2つです。でもね、このルールのおかげでちょっとね、楽しいんですよね。いつもちゃんとテーブルに向かって座ってまっすぐ食べるんですけど、この節分の日だけは家族みんな同じ方向を向いて食べるっていうのが、これやってみたら結構シュールで面白いので、皆さんこの時期に日本に来る方がいたり、日本に留学とかお仕事で来ている人がいたら、ぜひぜひ来年はしてみてくださいね。本当に恵方巻きは美味しいのでおすすめです。で、この節分について調べていた時に面白いものがもう一つあったんですね。さっき恵方巻きにはたくさんの種類があるって言ったと思うんですけど、実はご当地グルメを使ったその土地だけ、ローカルでだけの特別な恵方巻きもあるみたいなんですね。どういうことかというと、私は奈良県に住んでるんですけど、奈良県で有名なご当地のグルメ、ご当地、その場所で人気な食べ物を使った恵方巻きとかもあるんですね。特に私が本当に食べたいのが香川県の恵方巻き。なんでかというと、香川県ってうどんが有名な場所なんですね。さぬきうどんって呼ばれるうどんがすごく有名な場所で、私は昔からうどんが大好きなんですけど、ご飯の代わりにうどんが使われた恵方巻きがあるみたいなんですね。本当は恵方巻きはご飯の上にお魚とか具材を置いて巻くっていうのが一般的なんですけど、それがご飯じゃなくてうどんなんです。麺が巻かれてる。もう想像するだけでうどん好きの私にとってはたまらない巻き寿司、恵方巻きなんですけど、いつかこのうどん巻きを食べるのが私の小さな夢です。こういう風にご当地グルメを使った恵方巻きっていうのもたくさんあるみたいなので、ぜひ皆さんが旅行で来る場所だったり、
住んでいる場所で作られているような、そういった特別な恵方巻きを見つけてもらったら楽しいんじゃないかなと思います。では今日はこんな感じで日本文化の一つである節分についてお話ししてみました。いかがでしたか？今日も楽しんでいただけていたらすごく嬉しいです。なんか最近私のポッドキャストで日本文化についてお話しするのが少し少なかったかなって思うんですけど、やっぱり日本文化について皆さんにも知ってほしいし、私も話していてすごく楽しいので、これからもまた日本文化についてたくさん紹介していきますね。実は2月にもう一つ日本で行われているイベントがあるので、今度またそのお話もしようと思います。では皆さん、今日の動画もここまで見てくれて本当にありがとうございました。今日の動画もいいなと思ってくれた方は、高評価、コメント、そしてチャンネル登録もお待ちしております。では皆さん、また次回のポッドキャストでお会いしましょう。今日もいい一日をお過ごしください。じゃあね。